皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では、食料備蓄を急がなくてはならない理由について情報をシェアしたいと思います。皆さんは、日本に食料危機が起きるとお考えでしょうか？他の方がどのくらいの準備をしているか気になったりしませんでしょうか？ということで、そんなデータを紹介しながら、日本政府の緊急時の備蓄対応状況などについて考えてみたいと思います。今回の動画を最後まで見ることで、食料備蓄をしている方のほとんどの想定が甘く、頼みの綱である日本政府も危機管理意識が低いのではないかという事実がわかると思いますし、漠然と国が守ってくれる、何とかしてくれるという意識で大丈夫なのかという不安がよぎると思います。戦後70年以上も平和で暮らすことができていることで、日本が戦争に巻き込まれるという意識はなかなか持つことができないと思いますが、現実問題としては明らかに日本にも危機が迫っていることは間違いありません。危機意識を高めるためには過去に何が起きてきたのかを知り、マインド設定をする必要があると思い動画を作成しています。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、日本人の防災意識を調べたアンケート結果がありますので見てみますと、こんな感じです。防災準備をしていないと一部しているという人の割合で 70% 以上を占めていることに正直驚いています。有事の際には日本人の6割が餓死するというデータがありまして、大げさだなと思ったりしましたが、こういった意識調査を知ると納得できてしまいます。しかも後でも話しますが、政府が言う防災備蓄は1週間を推奨としていますから、私が言う食料安全保障で考えると全くダメです。今回取り上げるような事態になったら、この方たちというのは深刻な飢えに直面することになります。そしてそのような方たちというのは、飢えに直面した際、身内や友人などを頼っていくことになり、頼られた方は当然ながら家族以外の人の分まで備蓄していないわけで、最悪の場合共倒れということになります。だから自分が食料備蓄をしているということを他人に言ってはいけないし、身内には口を酸っぱく備蓄をするよう勧めなければならない理由でもあります。ことが起こった場合、このような食料備蓄をしていない人が強奪する側に変貌することになるわけで、本当にご迷惑な話となります。そして日本政府の方針はどうかというと、防災対策としての食料備蓄量を1週間をめどに推奨しています。これはインフラの損害が出た時に復旧するまでの日数を想定して推奨した期間設定になっているようですが、首都直下型や南海トラフのようなかつてない大規模なインフラへの多大な損害が出た場合にはどうなっているのでしょうか。内閣府の防災ページを見ますと、南海トラフのような大規模災害を想定したもので、1週間以上の備蓄が望ましいというかなりソフトな言い方にとどめています。また3日以上となるとハードルが高くなりますが、なんていう言い方をしており、政府自体がかなりの平和ボケをしているのではないかと感じられてしまいます。もっとも日本政府が準備する備蓄米は、日本国民に対して1ヶ月分強しか準備していないという危機管理意識なので、一般家庭に対しては1週間程度で良いでしょうということになりますよね。むしろ民間会社の専門家たちの方が現実的な危機的状況に対して警告をしています。よって政府が全て考えてくれているという考えは、自分や家族の身を守ると考えるならば排除した方が良いと思います。他の動画でも触れましたが、中国製携帯電話や中国製アプリの使用を制限・禁止していないことで誰が被害に遭うのでしょうか。本当に無責任極まりないと思いますが、真っ当なことを言い、行動をしている議員もいますので、親中議員や親中政党の妨害を受けているのかもしれません。アメリカをはじめとする EU 諸国では、政府機関が危険性を認識しており、実際に中国製携帯電話、中国製アプリの使用を制限・禁止していますので、我々一般人がもっと危機意識を持たないと親中議員に対して圧力はかからないと思います。国益に反したことをしている議員、政党は退場してもらわないとダメだと思います。ところで、日本政府の備蓄に関する情報を集めますと、食料・農業・農村基本法にその定めがあるそうです。国民への安定した食料供給に対しては、1、国内生産の増大、2、輸入、3、備蓄という3本柱にて対応するということが定められています。そして国内生産の量が減少したり、海外で不測の事態が起きて供給が途絶えたりする場合などに備え、日本では農産物については3つの品目を備蓄しています。ということでその3品目について確認すると、
米と外国産の食料用小麦、それにトウモロコシなどの飼料穀物ということが分かりました。備蓄に必要な設備はどのくらい必要なのかは全く見当がつきませんが、2022年の農林水産省の予算を確認すると、食料用小麦の備蓄には保管費用として約45億円が計上されており、飼料作物には備蓄経費などに約18億円、米は買い入れ費用などとして約478億円の予算が盛り込まれています。あまりに大きな数字なので適正なのかどうかは判断しかねますが、どんな状況を想定してのことなのかが肝心で、10年に一度の不作が起きた場合、そして通常レベルの不作が2年続いた場合を想定して、米の備蓄は100万トンに決まったということです。つまり、天候不順による不作が起きたことしか想定されておらず、戦争などによるシーレーンへの影響は全く考慮されていないというわけです。びっくりしませんでしょうか。シーレーンの危機は台湾有事だけではありません。中国は東南アジアの多くの国に侵略の手を伸ばしています。日本に対しても今現在尖閣諸島に中国海警局の船が連日一年中領海を侵犯しており、日本の海上保安庁の船に違法だから出ていけと厚顔無知な行動をとっています。同じことをフィリピン、マレーシア、ベトナムにも行っており、緊張が続いています。そういった無法者に対しての日本の対応は非常に手ぬるいのですが、憲法に縛られながらも日本の海上安全を守ってくださっている海上保安庁には感謝しかありません。ところが他国は違います。フィリピンは中国からの脅威に対してルソン島をアメリカ軍の基地とするよう使用を許可しておりますので、やるときはやることになると思います。他国と中国との衝突が起きたとしても、日本のシーレーンにとっては有事なのです。現在どこで武力衝突が起きても不思議ではない状況ですが、今回政府の施策について調べてみると、全く食料安全保障の対策は取られていないということにびっくりしました。例えば永世中立国として有名なスイスなどでは、2017年憲法に食料安保条項を盛り込みました。憲法の条項には、戦争など有事の際でも必要な物資を国民に提供できるよう予防的な措置を取っておくと定められています。スイスでは政府が備蓄品目やその量を決定し、国と契約した民間企業が小麦や油、砂糖や米など備蓄しているといいます。ちなみに食料の備蓄方法については、日本も民間企業に分散して委託している点は同じです。それにしても食料備蓄を憲法で定めているあたりさすがだと思います。日本政府は不作のみを考慮して備蓄量を決めていることに驚きました。せめて大規模な自然災害は含めないと、これだけ首都直下型地震や南海トラフ大地震の危機が叫ばれているのにもかかわらず、業務怠慢と言いたくもなります。そんな状態ですから、台湾有事の際のことなど全く考慮されていないことになります。もし台湾有事だけでなく、中国がフィリピンやベトナムと衝突したらどうなるのでしょうか。そうなると政府が考える備蓄の3本柱の一つである輸入は成り立たなくなるし、国内生産の増大に関して言うと、現在家畜用の米は増やすけど人間用の米の生産を落とす政策をしているわけですから理解不能です。それに国内生産の増大といっても、農作物はすぐに収穫できませんがどうするのでしょうか。こうして実態を知ると国民の食料安全保障のことなど全くと言っていいほど考えられていないと思います。その割には農林水産省のレポートを見ると、日本の食料自給率の低さを問題視しているということもあり、やっていることがデタラメですよね。何かあったら国が何とかしてくれるだろうと考えている方は、有事の際国は全く当てにならないと認識しなければならないと思います。そのような事実を理解した上で食料備蓄をしないという選択をするのなら、それはそれで良いと思います。消費者のアンケートによると、何をどうしたら良いかわからないので行動できていないという人たちも一定数いるようです。確かにそれは私も実際に食料備蓄をする際戸惑いました。前の動画でも説明していますが、やはり考える順番がありますし、そこが分かれば一つ一つこなしていけば良いと思うのです。とにかく今回の動画にていかに食料備蓄をしないと危険なのかということが分かった人は慌てず急いで備蓄しましょう。不安を煽るつもりは全くないのですが、今この瞬間にも大地震に襲われるかもしれないし、台湾侵攻が始まるかもしれないのです。いかがだったでしょうか。今回の動画を作成するにあたり、今まで普通にしていたら知ることもなかった情報に触れることができました。視聴者の皆さんに有益な情報をシェアしようというある種の使命感から動画を作成していますが、結局私自身が身を守る能力、危機管理能力を増強できることにつながっており、ありがたいことだと感じています。
大きく見ると、日本人というのはあまりに平和ボケしている、いやそのように仕向けられている結果、どう考えてもおかしいということを感じる感性が衰えてしまっているのかもしれません。テレビ、新聞が報道していることが絶対正しいという宗教にも似た精神状態からどうやって抜け出したらよいのか。実際に侵略されたりして身近に危機が及ばないと学べない民族なのかと思ったりしてしまいます。しかし、ひとたび目覚めれば世界トップクラスの団結力と問題解決能力を発揮できるし、発揮してきたと思います。それは、世界で唯一の原爆被害国であり、戦後の焼け野原から復興し、東日本大震災など多数の自然災害にあっても不死鳥のごとく復興していることを考えると疑う余地はありません。今騒がれている電気代、ガス代などのエネルギー高騰についても、実は民間レベルですごい取り組みをしている企業はあるわけですが、なぜかそちらの研究開発に予算を投じないのは本当に疑問だらけで、そのおかしなことの結果が私たち一般人の経済的困窮の原因にもなっていると思います。突き詰めれば、他国からの浸透工作、グローバリストからの圧力によって国益を損なうことにつながる動きをしている議員や経済界の人がいることは間違いないと思います。私からすると、電気代、ガス代が上がるから節電はこのようにしましょうというだけの発信だけでは不十分だと思っています。根本的に私たちが今まで隠されてきた歴史、情報を知ることで日本がより良い方向に進むと思いますし、ひいては私たちや子供世代も平和でいられると信じています。これからもこのようなことを踏まえた情報を発信していきますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。